で俺は嘘でもいや俺がナンバーワンだからとか言っとかないと店の熱も下がっちゃうじゃないですか。ホストクラブが大金を生むからくりを激白。どうでもいいですよなんて言えないっすよね、店の中で。なるほど。キャストとか女の子たちにも、これで流されたらやばいですけどマジでじゃあいい感じに編集してください。今回全てお伝えします。救急車まで出動した一日。いただきます。いただきます。一個もらっちゃってください皆さん。営業終わり、大阪名物の肉まんを頬張り一息ついていると、どうしても言いたいことがあるとこの男。孫さんから見て最近の自分どう思いますか？最近の自分？椿さん？はい。ね、分かんないか。あんまり分かんないですね。なんでなんかある？荒くれ者に見えると答えるわけにもいかず、そう鈴鹿椿33歳。スーパースターの鈴鹿椿です。クラブプラチナで取締役やってますローランドです。ローランドとは同期でライバルの大ベテラン。見渡せば周りは20代のホストばかり。現役を引退してもおかしくない年齢だが、彼は昨年5億円に迫る売上記録を達成。はじめまして、椿です。よろしくお願いします。よろしく。椿さんあれですよね、めちゃくちゃ派手な電撃移籍みたいな。いや、そうだ、3年ぶりです。何が3年ぶりですか？ホストです。ホスト復帰を果たし、最初の1年は全く売れず苦労の山積み。分かってるから、もう今売れてないよ俺は。もう日本で一番売れたい。慣れない配信にも挑戦。ナンバーワンになるためなら何でもした。これからも俺のために貢いで金を作って貢いでください。売り上げ最高ありがとう。その歯に衣着せぬ発言と謎のバイタリティが持ち味の彼だったが、いやこんなこと言うのもねちょっとあれですけど、まあ周りはなんかこうやる気ないように見えてるんですよね、俺が。わかりますか？わかんないですね。わかんないですよね。ちょっと熱が下がったってこと？俺1月全部休んでたじゃないですか。で2月3月で3月も俺締め日いなかったんですよ。趣味にいなかった？いなかったです。破天荒な椿は売上記録を更新した直後1ヶ月失踪。アメリカで羽を伸ばしていた。その経緯は、ちょっとね、走り切る途中ぐらいで疲れたなと思って。で正直ちょっとやめようかなと思ったんだよね。いやなんかそんな感じだなとは思ってた。で結論から言うと、まあやめないと。でやめれんだ。やめない。それはやめないよ。オッケーオッケー。今年日本一取れなかったから来年も正直日本一取りに行こうと思ってる。すごいな。じゃあ来年も頑張ろうぜ。いやもちろん頑張ろうぜ。来年もよろしく。そして今年2月、ホストできないときついと思った。言ったじゃん。簡単にやめられねえから。いやてか何も暇こそが本当に普通っていうか、だからやっぱ何かを求め俺らみたいなタイプは何かをこう調整したり求めてる方がいや幸せだなって一緒思って。そうただいま。いやーいいねホストね。楽しいね。なんか生き生きしてるわ。いやーなんか始まったなって感じがする。復帰直後は天職かのごとく振る舞っていたが、この日もかつてのライバルで現在大阪店代表を務める有志が東京へ来た際に、今日出勤するっしょ？今日出勤しない。じゃあしない。だる。あれかビビってんの俺に負けんの。ね、大阪で負けてホームの東京でも負けるのビビってんの。
何今日出勤するよ。7時からね。お前ボコスカ見とけよ。はいはい。まあ言うとけ。お前の泣いた顔が見てえよ。と意気込んでいたが、今日は落ち着いた表情。皆さんお気づきだろうか。取材するたびに人格がコロコロ変わる。燃え尽きちゃった感じがね。いわゆる燃え尽き症候群かと思われたが、事態はもっと複雑だった。ホストなんてみんな客のことは嫌いっすよ。そんな金使ってなんぼっすよ。稼ぎに来てますから、歌舞伎町に。そんな水商売、そんなみんなキラキラして会いに来てありがとうございますがよくいるじゃないですか。そんな甘くないっすよ。今日はどの椿が本音を暴露するのだろうか。これで流されたらちょっとやばいですけど、マジでじゃあいい感じに編集してください。これ応援してる姫たち申し訳ないんですけど、なんかそういうなんかナンバーワンになりたいとか、そんなの全くないんですよね。熱がなんかこう楽しいでやってる。ああ、なるほどね。で楽しいでやった結果が、ナンバーワンだったってだけで、それはもしかしたら本質的にはなんか正しいかもしれないですよ。正しいの好きなことをやって面白くて好きでこうナンバーになれるっていうことは幸せなことかもしれないけど、そのなんかがむしゃらにもう俺がとか、その数字ナンバーワン絶対取りたいとか、さっき徳川もなんかこれで俺を倒すとか言ってましたけど、こうやってね、絶対王者って言われた男を目の前にして、それでも俺は1ミリも引くつもりないんで、なんかいろいろさっきからガタガタ抜かしてたんですけど、椿さんこんなもんじゃねえぞ、絶対倒すからな。よっしゃ椿さん、世代交代ですよ。それは俺に勝ってるからな。内心なんかあんなん聞いたところで、別に好きにやってくださいみたいな、なんか一番なりてえなとか、別に負けたところで悔しいとか全くないから、それがちょっとね。なるほど。もう世代交代とか言われても、まあどうぞみたいな、勝手に好きにすればみたいな。俺は俺で好きでホストやってるから。じゃあみんなに口で言ってるのは、一応リップサービスみたいなもんですか。じゃあいや、さすがに、いや俺がナンバーワン取るから、いやどうでもいいですよなんて言えないっすよね、店の中で。そしたらだって指名する理由がなくなっちゃうから。要は龍一のお客さんに迷惑ってことですよね。そうっす。なんと龍一とのあのバチバチ感はただのマイクパフォーマンスだと暴露。見てわかる通り、今ザキヤズが一番波に乗ってる男といえば徳川龍一だけなので、もう先に言っときます。ナンバーワンおめでとう。よいしょ。椿を悔しがらせるために煽る後輩とそのお客。椿が負けてもいいならば大金は何のために使ったのか。龍一のお客さんさっきなんかもうナンバーワンですからとか、徳川ナンバーワンですかって言ったじゃないですか。どうぞどうぞって感じですよ。でも言えないですよね、そんなこと言ったら龍一がかわいそうだから。なるほど。で俺は嘘でも、いや俺がナンバーワンだからとか言っておかないと、店の熱も下がっちゃうじゃないですか。今本気で頑張ってるホストとかたくさんいるじゃないですか。俺一人の発言で、じゃあナンバーワンの椿さんがそんなこと言ってたらってなっちゃうから冷めちゃいますよね。自分一人の問題だけじゃないから、そこが問題ですよね。自分一人だけの問題だったらいいんだけど。同期で親友でもあるローランドはホストクラブを大阪にまで拡大。ローランドの人生をかけた今、椿はトップ争いから降りるわけにはいかない。でも内心はもう満足すぎて、もう去年もらいすぎちゃったから、もうなんかそんなだってナンバーワンになったところでとか、だってそんな日本で2位とかっすよ。それだっていい賞なんてもう1番しかないじゃないですか。そこだから別に1番になったところでってなっちゃいますよね。そこに対して別に価値が感じられない。この事態をいち早く予言していた男がいた。それは有志と椿がバチバチに争っていた昨年10月。
まあ、あとはこのホストで一番やっぱ怖いのは今椿という氏がめちゃめちゃいいじゃないですか。で本当に日本の歴史を俺塗り替えるんじゃねえかなってガチで思ってるんですけど、でもこれって今その目標が高すぎてそこをクリアしたいって2人でやってるけど、これが終わっちゃった来年が一番やばいです。で椿という氏が来年やばくなるとどうなるかっていうと、店の売り上げが下がるから店の元気もなくなっちゃって、全体的に、ちょっと俺は来年のザ・クラブは閑古鳥が泣くんじゃないかなっていうのは本気で思ってます。本気で思ってます。これは来年のザ・クラブは閑古鳥が泣くんじゃないかなっていうのは本気で思ってます。本気で思ってます。これは現在2024年も半ば、この X デーはいつ訪れるのか。しかし椿の危険を察知したのく長年のライバルは営業中このように彼に語りかけていた。椿さんね、くすぶってないでね、本当にそのさ、くすぶってないでさ、見してよ、絶対俺だよな。まだこんなもんじゃないでしょ。人は争うことで成長する。所詮勝負なんて蜃気楼。椿がそこに意味を求めればローランドグループはすぐにでも崩壊するかもしれないのだ。この心の闇をローランドはまだ知らない。